こんにちは、ローニンプーです。今回はベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちら、Wi-Fi ルーターになります。こちら書かれてますように Wi-Fi 6 対応のですね、Wi-Fi ルーターということになってるんですね。こちらですね、ミドルハイエンドクラスのですね、Wi-Fi 6 のルーターという形になってるんですけれども、Amazon 限定で販売されていて、値段がですね、非常にお安くなってまして、コストパフォーマンスに優れたWi-Fi 6 のですね、ルーターということになっています。詳しくですね、見ていきたいというふうに思います。AX73V なんですけれども、特徴なんですけども、合計 5.4GBps ということで、Wi-Fi 6 のですね、高速なですね、通信を実現するというふうな形になっているんですよね。Easy Mesh にもですね、対応していますので、このルーターの他にですね、Wi-Fi 中継機の方をですね、設置していただければ、家中どこでもですね、Wi-Fi を快適に使っていただくことができるというモデルになっています。詳細の方なんですけども、5GB の方がですね、4804Mbps、そして 2.4GB の方がですね、574Mbps ということで、合わせてですね、5.4GB という形になっています。ハードウェアの方はですね、デュアルコア CPU、内蔵型のアンテナがですね、4本形になっています。ポートの方なんですけれども、WAN の1ギガのですね、ポートが1つ。そしてですね、こちらですね、1ギガの LAN ポートが4つ付属しているというふうな形になっています。ご覧のようにですね、ここですね、ランプがありまして、そしてですね、WPS のボタンがここにあってですね、簡単にいつでもですね、接続設定することができるようになっています。そこにですね、こういう台みたいなのをつけてるんですけれども、簡単にですね、取り外しができます。そして、こちらですね、壁にもですね、取り付けすることができるようになってますので、その場合はこちらですね、裏面のところにこのようにセットしていただければ壁に取り付けることができるようになっています。筐体サイズなんですけれども、ミドルハイエンドということで AX80 というのがあるんですけれども、こちらとですね、同じサイズになってるんですけれども、以前私ご紹介させていただいたこちらになるんですけれども、AX3000 ということで Wi-Fi 6ビギナー用のですね、ルーター、そしてこちらがですね、ミドルハイエンドのルーターと同じ形になっています。で、見た目ね、写真で見ると同じように見えるんですけれども、これだけですね、サイズがですね、違うということで、中にですね、強力なアンテナが入ってるんじゃないかなというふうに思います。十分ですね、Wi-Fi 6 の機能をですね、実現できる機能ということで、それ以外にもたくさんの機能があるんですけれども、機能比較ということで表示させていただいているのが AX80、そしてこちらですね、AX73V、それからですね、AX3000、それからメッシュ Wi-Fi のですね、デコの方をですね、今画面の方に機能比較ということで表示させていただいています。その中でですね、赤文字のところがですね、機能が上がっている部分ということで表示をさせていただいています。速度の方なんですけれども、ご覧のようにですね、AX80 のですね、5ギガのですね、速度と AX73V の速度はですね、同じということになっていますので、本当にミドルハイエンドクラスのですね、速度を実現している機械。で、その中で 2.4GB の方はちょっとね、遅くなっているということで、実際 5GB の Wi-Fi がつながるところであればですね、必ずしも 2.4GB 必要ではないので、アンテナがですね、AX80 と同じようにですね、デュアルバンドの高性能アンテナが4本ですね、内蔵されているということで、こちら AX80 と全く同じ性能になっています。ストリーム数ですね、以前にもお話しさせていただきましたけれども、道路のですね、走行車線の数ということで考えていただいたらいいと思うんですけども、こちらの方ですね、6車線、6ストリームですね。で、上のモデル X80 の方はですね、8
ストリームということで、8車線ですね、車が並行して走ることができるということで、ただ、たくさんのですね、Wi-Fi 接続機器が、なければですね、8ストリームも必要はない、6ストリームあれば十分だよということでですね、今回こちらの方ですね、ストリーム数をですね、少し減らした形になってお値段がお求めやすくなっているというふうな形になってるんですね。ポートの方なんですけれども、はい、こちらですね、見ていただいた通りなんですけれども、AX80 の方はですね、2.5 ギガピットのですね、WAN と LAN のポートがついているんですね。ただ、2.5 ギガのですね、WAN という形になるとですね、インターネットの回線の契約がですね、それなりの高速である必要があるんですけれども、そういう契約をされている方がいらっしゃったとしたら、もちろん AX80 になるんですけれども、そうそう皆さんの中でですね、高速回線を契約しているっていう方はそうそういらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で言うとですね、今現在のですね、1ギガのですね、ポートだけで十分じゃないかなということで、こちらお値段が安くなっているという形になります。そして、USB ポートがですね、X80 の方はあってですね、クラウド、仮想クラウドみたいな形でですね、X80 の方は使えるんですけども、まさにクラウド機能なんかを使うような場合はですね、もう我々普通の人ではあまりそこまでですね、ご自身でクラウドを作るっていうような形はないと思いますので、その機能もですね、割愛することによって、今回ですね、Amazon で12,000円程度という形でですね、販売されているというふうにお考えいただければいいんじゃないかなというふうに思います。参考でメッシュ Wi-Fi のデコの方ですね、ちょっとね、質が違うものですから、一応参考ということで、この機能の比較の方に入れています。ご覧いただければというふうに思います。先ほどお見せしましたですね、X3000 と、それからメッシュ Wi-Fi のデコの方で、実際の Wi-Fi の速度、それからパワーテストですね、離れたところでどうなのだというのをですね、こちら、今、調べた結果ですね、表示させていただいています。JCOM ネットのですね、1ギガの契約をしています。結果としてですね、73V の方がですね、若干早いかなというふうな感じになっています。速度のテストの方の結果なんですけれども、このルーターと同じ部屋でですね、iPhone で計測した場合ですね、X73V の方がですね、下りが440メガ、上りが710メガ、そして先ほどご覧いただいた X3000 の方ですね、こちらの方がですね、下りが430メガ、そして上りの方がですね、480メガという形になっています。そしてメッシュ Wi-Fi のデコの方なんですけれども、こちらですね、下りが410メガ、そして上りの方がですね、580メガというふうな結果になっています。同じ部屋であればですね、5ギガ帯の Wi-Fi を使っている限り、そんなに差は出ていないのかなというふうに見ることができます。今度、1階の端のルーターを設置した部屋から、対角にあたる2階の部屋ですね、一番遠くなる部屋、5ギガの電波が届かないところになるんですけども、こちらの部屋でですね、iPhone で計測した結果の方をご覧いただきたいと思います。それでは 73V の方ですね。はい。こちらの方がですね、下りが40メガ、そして、上りがですね、31メガというふうな形になってまして、5ギガの Wi-Fi は届かず 2.4 ギガという形になっています。で、同様にですね、AX3000 の方がですね、下りの方が11メガ、そして、上りの方がですね、2メガというふうな形になっています。この差はやはりですね、アンテナなんでしょうかね。ちょっとわかんないんですけども、こちらもですね、同様にですね、5ギガ帯の Wi-Fi は届かず、2.4 ギガ接続という形になっています。同じですね、2.4 ギガ帯の Wi-Fi なんですけれども、やっぱりパワーの方はですね、73V の方がですね、高いんじゃないかなというふうに思います。そしてこちら点々で右側になるんですけども、メッシュ Wi-Fi の方ですね、こちらの方がですね、2階にもこのデコを置いてますので、で、メッシュ Wi-Fi という形になってます。ので、実際の接続はですね、5ギガなんですけれども、1階のこのデコのルーターから2階のデコの中継機ですね、と接続している関係があるので、同じ5ギガであってもですね、
こちら、このようにですね、160という下りの速度になっています。そして、上りの方がですね、130メガという形で、これあくまでもですね、メッシュ Wi-Fi ですね、中継機経由でですね、行ってますので、本体単体で接続している速度と比較にはならないんですけれども、参考までですね、やはりメッシュ Wi-Fi ですね、先ほどご説明したですね、イージーメッシュなんかをですね、こちらの方、中継機を接続してあげれば、下りですね、160という速度よりも速い速度、そして上りの方も130という速度よりも速い速度が出るんではないかなというふうに想定はしておりますけれども、一応参考という形で、こちらの方ですね、お見せさせていただいています。いかがでしょうか。そして、こちらですね、もう同じシリーズになりますので、アプリを使ってですね、ルーターの設定とかですね、様々な変更、固有のですね、セキュリティ機能なんかもですね、使うことができるようになっています。Alexa にも対応していますので、ランプを消したりとかですね、フリー Wi-Fi の設定なんかもですね、Alexa を使ってですね、設定することができます。もちろんですね、スマホアプリから設定することも簡単にできるんですけれども、そのようなことがですね、できるようになっているルーターということになっています。主に異なる点について今回はですね、レビューをさせていただきました。いかがでしょう。そういう意味で言うとですね、この以前ご紹介させていただいた AX3000 からですね、さらにステップアップして倍の速度が出るこちらですね、ミドルハイエンドクラスのですね、Wi-Fi 6のルーターに移行するにはちょうどいいぐらいのお値段になってるんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、こちら AX73V よりもさらにやっぱりね、USB 接続をして、クラウドを自分で構築するんだ。光ネットワークの契約が10ギガなんだよっていうような場合はですね、AX80 をですね、選択されるのも一つだと思うんですけれども、ほとんどはですね、一般的な使い方をされてて、接続機器がめっちゃくちゃ何十台もあるというようなこともないと思われますので、そういう意味で言うと、この AX73V がですね、一番こなれた金額で、機能的にもですね、ミドルハイエンドクラスということで、非常にお勧めできる Wi-Fi 6のですね、ルーターではないかなというふうに思います。ミドルハイエンドクラスの速度を持っているということ、6ストリームあるということで、実用的なですね、機能のミドルハイエンドクラスの Wi-Fi 6ルーターだというふうに思います。TP-Link さんの AX73V、この Wi-Fi 6のルーター、ほんまにええもんです。はい。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。